こんにちは。お元気ですか？今日は11月の29日の土曜日ですね。週末ですね。今日は、全国的に天気もいいみたいで、まだね、真冬のめっちゃ寒い感じにもなってないので、ちょっとお散歩したりとかね、外に出て、紅葉とかが始まる時期なのかな。散歩とかするのにいい気候なのかなって思いました。でも今日私はこの後昼寝とかしたいなって思ってます。なんかね、さっき私独り言で疲れたなっていう独り言を言ってたんですよね。なんかね、疲れがね、表に出てきたっていう感じですね。ちょっと最近は疲れたなーっていう感覚はあったんですけども、多分昨日ね、夕べ久々に湯船に浸かったんですよ。私一人暮らしなんでね、いつもはシャワーだけなんですけれども、ちょっとね、肩こりとかねもあって、あとなんとなくこう疲れがこうなんか分かりやすい疲れっていうよりもう何ヶ月も溜まった疲れみたいなね、なんかそういうモヤモヤした感じが体の奥底になんかあるような気がして、ちょっとお風呂入りたいなと思って入りました。でね、もう結構ね、秋が始まった頃から一回風呂入りたいなって思ってたんですけども、ずっと伸び伸びになっちゃっててっていうのも、お風呂のね、排水口のところをね、掃除してから、湯船に浸かりたいって思ってたんですよ。なんとなくこう、そこが、見えないにせよ排水口だからね。そこが汚いのって嫌じゃないですか。でも排水口のとこ掃除するのって、ちょっと気合がいるんですよね。ぶっちゃけ夏の間から掃除したいなと思ってたんですけど、夏の間なんかそういう作業してると汗が出てすごい嫌なんで、ちょっと暑さが緩んでから掃除しようと思ってて、なんか伸び伸びになっちゃってました。で、昨日もう風呂入るために排水口を掃除しようと思ってね、こう掃除して、だいたい綺麗になったんでね、髪の毛とか取り除いてね、昨日はお風呂に入りましたね。で、入って、気持ちよかったんですけど、多分ね、今日になって、昨日一回こう、お風呂入って疲れ抜こうと思って、なんか、体が一回こう、循環したおかげなのかどうかわかんないですけど、逆にこう、疲れがね、溜まっていた疲れが表に出てきたような気がして、今日なんかもうね、疲れたっていう感じなんですよね。で、午前中にね、今日までにこれをやるっていう自分で勝手に設定してたこう締め切りの内容をどうにか終わらせて、もうこの後はね、今日昼寝しようかなって思ってます。なんかね、やっぱ疲れたわと思って、で、なんかやっぱうまく休めないわと思って、でも今日はもうなんかもうパソコンをこう開けるのも辛いと思って、もう今日はこの後昼寝したりとか、コーヒーも飲んじゃうかもしんないけど、ちなみにね、こう映ってる映像は今日じゃなくて、昨日か一昨日の映像ですね。そんな感じで、今日はもうでへーってしてようと思います。話すことがそれくらいかな。そうそう。あとね、こう、YouTube とかネットとか見てたら、ブラックフライデーとかね、Amazon とかのブラックフライデーの広告とかが入ってきたりしたんで、そっか、ブラックフライデーかって思って、なんか12月1日くらいまでかな Amazon のブラックフライデーは。だからね、この機会になんかもう買わなきゃっていうか、絶対これ買おうと思ってたものを、このタイミングで買おうって思ってたんで、今日はね、もしこう夜にでも、午後夕方にでもどっちでもいいんですけど、アマゾンで買うべきもののお買い物ができたら二重丸っていうことにしようかなって思ってます。なんか買うべきものっていうか、
前々からちょっと買おうかなって思ってたのは、ティーポットですね。紅茶とか、ほうじ茶とか麦茶とか、なんかそういうお茶系を飲む時のポットですね。ティーポットね、だいぶ前に割れちゃってから、新しいの買ってなかったんですよね。だからこう、カフェオレボールみたいなね、大きめなこうカップにこう入れて、あと茶こしみたいのを使ってお茶入れてたりとかしてたんですけど、やっぱりね、ティーポットの方が多分美味しいし、なんかこう2杯目とかも飲みやすいし、なんだろう、量とかもね、ちょうどいい量を入れて、またこうあのね、2回目入れたりとか、なんかそういうのができるので、なんかこうティーポットとにかく欲しいなって思ってたんですよね。で、もうずっとね、ハリオの透明のガラスのティーポットをずっと愛用してて、多分ね、こうただそれ割れやすいんですよね。今まで多分3回割ってると思うんですよね。ハリオのティーポット今までだから3回使ったんですけど、だからもうね、ハリオ以外のちょっと強化ガラスみたいな、強化ガラスっていうのかな、こう割れにくいタイプの、でも透明のがいいんですよね。割れにくいタイプの透明のガラスのティーポット売ってないかなと思って何回か検索したことあるんだけど、ちょっといいのが見つかんなくって、今そのままになってるんだけど、でもなんかガラス以外の強化プラスチックとかね、そういうのは嫌なんですよ。やっぱガラスがいいんですよ。だからそうそう、ちょうどいいやつ探してるんですよね。あと茶こしの部分とかにもちょっとこういうのがいいなとか、そういうのがあって、だからハリオのやつとかがね、すごい強化ガラスのが売ってればいいんですけど、そんな感じで、まずティーポットを買いたいっていうのと、あともう一つはね、防災用っていうのかな、簡易トイレですね。防災とか地震とかで、ライフラインとかが止まっちゃった時とかに、お手洗いとかにも困るじゃないですか。だからそういう防災用のトイレを何回分かはちょっと用意しときたいなっていうのを前々から思ってたんですけど、なんかね、伸び伸びになっちゃってて、うん。でもなんか、せっかくブラックフライデーだし、これを機会に買っとこうかなと思いました。いわゆる備蓄の一環ですよね。食べ物とか水とかの備蓄もありますけれども、ちょっと意外と忘れがちなのがトイレってあれじゃないですか。なので、防災用のトイレをね、ちょっと買っとこうかなって思います。で、持ち出し用のね、避難用のバッグに入れとくような携帯用のトイレもね、買っとくといいかなって思ったりとかしました。まあね、こう、すぐ使わないものって結構買うの忘れちゃったりするんで、このブラックフライデーをきっかけに、その2点を買おうかなって思っております。今日は昼寝をして、夕方か夜に、Amazon とかでね、買い物をしようっていう予定でございます。もう家から一歩も出なくて OK というかね、ただね、なんかお菓子とかどら焼きとか食べたくなったらスーパーくらいは行こうかなって思っております。うん。そうそう、今防災用のトイレっていう話をしましたけれども、なんかね、防災用のトイレなんか買わなきゃなーなんて自分の頭の中でこう思ってた時にふとなんとなく思ったんですけど、ちょっと話は飛ぶんですけど、すいません。あのよくね、南海トラフとかがもう絶対に起こりますっていう話はね、よくよく言われてるじゃないですか。で、ここあと10年くらいで起こる可能性も高いし、ここあと30年くらいだったら確実に起こるでしょうっていう風にね、多分だったと思うんですけど、その頻度確率か的なものだとそんな感じだと思うんですけど、だからね、もう日常的にね、こういう備蓄とかめっちゃ大事だねとか、そういう話はありますけれど、するっていうかもんだとは思うんですけども、こんなに日本ってね、災害とかも地震とかも多いし、私が生きてる人生の中でも神戸の地震から東北の地震から
この地震が2大ですごかったですけれども、それ以外にも新潟とかね、熊本とか、あのすなんだろう、ね、すごいのありましたよね。だからもう人生がこう180度変わっちゃうレベルのすごい地震って、私が生きてるこの48年間でも結構な頻度であったわけですけども、まあ運よくね、私は直接な被災っていうのをしたことがないので、すごく運がいいなっていうふうには思ってるんですけども、まあだからといってね、その時の怖さとか大変さっていうリアルな体験をしてないので、やっぱりね、こう日頃のこの防災意識とかね、あと準備ですね、準備意識っていうのはちょっと薄いだろうなっていうふうに思ってるんですよね。まあ、特に私は一人で住んでるのでね、こう人からそういう話題を持ちかけられるっていうこともないので、まあ自分でね、そういうのは定期的にこうふっとこう思い出した時になんかしとかなきゃなっていうふうには思いますね。でやっぱりね、この準備することによって災害の規模とかも減らせるというかね、あとなんだっけな、最近の YouTube で見たのは、準備しておいたことによって、死者もね、8割減らせるって言ってたんですよね。だから、それはすごいなと思って、私もね、ちゃんと生き延びる側にならなければならないなっていうね、ちょっとね、そういう気概はあるわけですよ。やっぱね、生き延びれば、生き延びた人間が、助けられるわけですよね。だから生き延びないと助けられないんで、だからそういう意味でも生き延びる義務はあると思うんでそうそう、だからね、もうちょっとちゃんと準備しとかなきゃかなって思いますね。一応なんだろすぐにこう持ち出せるバッグ、大したもん入ってないですけど、それと、大したもんっていうか何入れていいのかわからんっていうのもあるのかもしれないけど、それと一応ね、ヘルメットとかもね、自分が手持ちのものっていうのはね、もう昔から防災バッグと一緒にこう持ってるようにしてるんですよ。別にそれ用のヘルメットじゃなくていいんですよ。だから私若い頃とかはね、スノーボード用のヘルメットとかを防災のとこにシーズン、スキーシーズン以外の時ね、は防災のところ横に置いといて、何かあったらこのスノーボード用のヘルメットかぶって、バッとかぶって、防災のリュックをバッと背負って、こう行こうとかね、そういう準備はしてました。今はね、こう、スノーボードをやるのをやめちゃったんで、そのヘルメットとかも売っちゃったからね。最近持ってたヘルメットをね、そのまま、処分せずに、こう、置いてたりとかするので、なのでね、皆さんも何かスポーツ関係とか、もしくは現場仕事とかしてる人は、ヘルメット持ってるかもしれないですけど、そういうもういらなくなったものとかもね、持っといてもいいんじゃないかなと思います。ただね、意外とこう、ヘルメットを使うかどうかわかんないですけど、こう、そこから脱出する時とかはね、やっぱり、あるといいんじゃないかなと思いますね。やっぱ頭を守る上で、こう、手はね、手でこう、口を押さえたりとか、そういう時はね、手はあと2本ぐらい欲しいじゃないですか。そういう意味では、ヘルメットあるといいのかなって思ったりとかしました。そうそう、それに関連して思ったんですけど、大きなね、災害とかが起きると、残念ながらね、人は亡くなってしまうじゃないですか。で、やっぱり準備することによって、死者を8割減らせるっていう話をね、最近 YouTube で聞いたとき、8割って結構えぐいなと思ったんですよね。そんなに差があるのと思って。だったら、ちょっと少子化対策とか言ってる以前に、生まれてくる子供を増やす以前に、ちょっと亡くなってしまう可能性の人を減らした方がちょっといいんじゃないのみたいな。せっかくそこまで育ってきたしね、みたいな。優秀な人で何かやってる人とかがね、災害で亡くなってしまったりとかしたら、それこそね、GDP とか国益とかね減っちゃうんじゃないのと思って。だから、少子化対策
と同じぐらい力を死者を減らす、災害時の死者を減らして人口を減らさないっていうところも同じくらいの熱量でやってもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。なんかだったらもう例えば都道府県を挙げての避難訓練日とか作ってもいいですよね。もう例えば東京都とかで何月何日東京都は避難訓練の日にいたしますみたいな、もう何時何分こういう火災が発生しましたみたいな、もう会社とかね全部普通にみんな会社とか行ってなんかしてて、その時だけはちょっともうみんなこういうシチュエーションに応じてその避難とかねそういうのをするっていうねそのその時にこういう被災が起こってますとか、そういうのをクイズみたいに出して、それに応じたみんな対応をするとかね、そういうで残念ながら外国人の方でちょうどその日にね東京に観光に来てた人とかもね巻き込まれてくださいっていうアナウンスをねもうしておくとかねなんかもうそういうのがあってもいいかなと思いましたね。まあ、あとは東京とかだったらね、私が東京に住んでた時、今はもっとあるかな、VR のアトラクションの施設とかがあって遊びに行ったことがあったんですけど、もうものすごい東京大地震、直下型地震、サバイバル VR ゲームとかね、そういうサバイバルゲームの施設を作ってもいいんじゃないかなっていうふうに思いましたね。まあ VR だけじゃなくて、まあちょっと床が震度なんとかで動くとか、まあスポンジとかで作った影を家具とかで実際にやってみたりとか、まあそういう時の対処法とかをやる、そういう意味でのサバイバルゲームをやるような大々的なレジャー施設を作るとかしてもいいじゃないかななんてちょっと妄想したりとかしましたね。まあそういう大きい自治体でするのもいいですし、まあ会社ぐるみじゃないです。もうちょっとコミュニティをちっちゃくして、会社っていう組織の中で、まあ会社でもね、避難訓練とか全然ありましたけど、大したあれじゃないんで。そうそう。まあ大きい会社だとそこそこはやってますけど、全員参加とかももちろん無理だし、意外とね、なんやかんや言ってそこまで真剣にっていう感じでもないので、そういうのね、もうちょっと考えてもいいんじゃないかなっていうふうには思ったりしますね。あとはその会社、あとは家族ですよね。もう家族だけで今日は避難訓練日にしましょうとかいいと思うんですよね。まあ火事になった時の脱出方法とか、こういう時はこうするっていう風な会議をあらかじめしておいて、実際にシミュレーションで動いてみるとか、ここがこうなった時は脱出経路がこうなっちゃうからとか、だったら家具とかこういう風にしといた方がいいねとか、こういう時はこうするいう風なお約束事をもう設けておこうとかね、バラバラになっちゃった時とかね、そういう家族ごとの避難訓練とかね、そういうのもね大事かなっていうふうに思ったりとかしましたね。まあまあね、そんなことを思ったりしたよっていう感じなんですけどどうしよう、あと話すことないかな。ここ数日何してたろう私。疲れたっていう感じですね。ここ数日もね。もうずっとごめんなさい。最近ずっと疲れた言ってて、いい加減ちゃんと疲れ取れよって感じなんですけど、いやでもこれは休みきれない、うまく。いやでももうダメだ。最近もう本当にこうこう多分パフォーマンスは落ちてないかもしんないけど、いろいろうまくいってない、仕事が収入がうまく稼げてないこれはあれかな、いわゆる損して得取れじゃないですけど、その中の同じような考え方で、なんだろう、休んで効率取れみたいな感じになるのかな
こう休んでる間はこの仕事もできないし何も進めてないけど、進めてないって言ったら語弊があるかな。こう休んで頭をリセットして体も元気になってエネルギーチャージをして、こう心も体も疲弊っていうのを全部取り除いてフレッシュになった時に、このいいアイディアとか、もしくは研ぎ澄まされた方法を思いつくとか、あと単純にね、集中力が増すとかいう感じになるっていうのを考えたら、こう休んで効率を取れ、休んで馬力を取れかな、休んで効率、なんだろう、能力向上わかんない、もう何言ってんのかわかんないわかんないんですけど、そういう感じでちょっとどっちにしろ今日はね、もう無理って思ったんで、ちょっとこの後昼寝しようかなって思います。もう誰かご飯を作ってほしいなって思います。ご飯も作りたくないこういう時ね、一人暮らし嫌ですよね。こういう時なんかシェアができるといいですよね。この横に住んでる友人とかがもしいたら、ごめん、ちょっと私今日めっちゃ疲れてるからご飯作ってみたいな。明日じゃないや、来週私がその分作って持っていくからみたいな。もしくは来週1週間コーヒーを入れ続けるからとかね。そういうこう物事の手間のシェアリングができるといいなって思いましたね。はい、そんな感じでございました。それではまた。